どうも、釈迦です。ワンピースの謎を解く仮面 YouTuber、ゆうてなんぼのゆでろんです。ありがとうございます。いいね。チャンネル登録してね。今回は週刊少年ジャンプ2022年45号、ワンピース最新話1062話、科学の国の冒険を考察していきます。この1062話で、僕は、イム様がルルシア王国を滅ぼした謎の古代兵器の造形、その形が分かったかもしれません。一緒に考えていきましょう。よろしくお願いします。まだ読んでいない人やコミック派の人は多いネタバレを含む内容です。さらに最新話の考察の場合は語呂合わせ考察が続きますから、苦手な人は今すぐ動画をストップしてください。よろしいでしょうか。行きましょう。1062話のスタートはベガパンクと出会った麦わらの一味。フランキーは天才科学者ベガパンクを尊敬していると言います。しかし、チョッパーも天才外科医ホグバックを尊敬していましたが、ホグバックはかなりの下道でした。ホグバックと同じようにベガパンクも下道キャラなのか、それとも逆に心優しいキャラなのか。とにかくフランキーは憧れの存在ベガパンクに、ウソップは夢の巨大ロボットに、サンジは美女の存在にそれぞれ大興奮。しかしロビンは冷静に美少女ベガパンクの存在を怪しみます。するとベガパンクは、当たり前じゃ、わしがステラなわけなかろう。わしゃパンク2、ベガパンク、リリースじゃ、と名乗り、胸の文字を見せます。なんと、美少女ベガパンクは、ベガパンクの一部。ベガパンクは複数人に分裂している。リリースとは様々な古代神話に登場する夜の魔女です。それはフクロウの超人とも表現されていますから、パンカーザードとエッグヘッドが繋がっているなら、リリースはモネと表裏一体かもしれません。また、例によって1062話は62話や162話と繋がるでしょう。こちらは2週間前、このように考えました。こちらです。1062話は例によって62話と162話につなげるでしょう。62話では騙し討ちクリークの毒ガス兵器 MH5 が登場。162話では旅人を騙すワルサギが登場しています。こことつなげるなら162話ではトラップ、つまり何かの罠がルフィたちを襲いそうです。つまり1062話に登場した悪と書いてリリスと読む超人イメージのベガパンク、リリスとは162話のワルサギとつなげているでしょう。リリースとワルサギです。そんなリリースは研究費のために金品をよこせと麦わらの一味に迫ります。どうやらリリースは麦わらの一味を助けたのではなく、ただ金目のものを奪いたかっただけ。これが1062話の話数の語呂合わせ一つ目。トラップでしょう。こちらは2週間前、語呂合わせ予想して合致できました。そんなエッグヘッドの会議に巨大なロボ怪獣の群れ、G ビーストウェポンが登場。なんと、サメどころか怪獣をもロボ化していたようです。そんな C ビーストウェポンに囲まれる麦わらの一味ですが、ここでリリースに連絡が入ります。それは、正しいという漢字を書いて、釈迦と読む人物。釈迦は科学者が役立つばかりするなと言い、説教を始めますが、リリースは悪い顔で笑っています。しかし釈迦はリリースがミスをしたとも言います。釈迦に説教されるリリースは取り囲んだ逃げ場はないと言いますが、浮かれているフランキーとサンジをよそに、ゾロとロビンはすでに戦闘態勢をとっています。これが1062話の話数の語呂合わせ2つ目。取り逃がすでしょう。そんな状態を遠隔から把握している釈迦は、今日じゃあまず最初に刺すべき敵を見極めると言います。つまりこれらのシーンでわかるのは、分裂しているベガパンクたちはそれぞれで性格や思考、行動パターンが違うということです。4校麦わらの一味をはめたと思っていたリリースですが、逆にはめられた形になりました。これが1062話全体にかかる話数の語呂合わせ3つ目。トラブルでしょう。そしてリリースはゾロたちの要求を受け入れ、ゾロたちはパンク1釈迦の元へ。ここで釈迦の後ろ姿が描かれていますが、釈迦のヘルメットはなんとなくダフトパンクに似ています。ベガパンクとダフトパンク。ちなみに僕のヘルメットもダフトパンクです。さらに僕はユデロンとデマロンの2人に分裂しています。それぞれで性格や思考、行動パターンが違います。さらに僕のエンディングはエッグヘッド、卵。そう、僕はベガパンクの一部だった。嘘です。人間は誰だって何かの仮面をつけてごまかして生きています。この仮面の話は動画の後半でも考えましょう。場面は変わってルフィとボニーサイドへ。ボニーは子供の頃にエッグヘッドに来たことがあると言います。つまり逆に現在のボニーは子供ではないようです。そしてボニーの父は大方の予想通り自我を失った生物兵器バーソロミュー・クマ。
そしてクマは元ソルベ王国の国王、つまりボニーは王女様だった。ビビ、白星、レベッカ、ヤマトに続いてまたもや王女と行動を共にするルフィ。そんなボニーをルフィはボギーと呼んでいますが、ボニーに訂正されてすぐさまボニーと呼んでいます。ヤマトに訂正されてもヤマオと呼んでいたのに、これらのことからボニー仲間入りの可能性もほんの少し考えられますが、ボニーはおそらくいつも通り新しい島のヒロイン王女枠でしょうか。そしてルフィとボニーは科学の国へ。そこには巨大ロボと宇宙怪獣、まるで昭和の SF 漫画の世界。そのセンスは月で見た宇宙海賊を思い出します。ベガパンクと同じバルジモア出身の月見博士との関連性も気になるところですが、天井には SSG の文字があり、そこは海軍の施設のようです。そしてルフィは巨大な宇宙怪獣にいきなりアタック。しかし体がすり抜けます。一方ボニーは巨大なパフェを発見。ジンベエは何かの罠だと言います。これも1062話の語呂合わせ、トラップでしょう。案の定これも体がすり抜けます。どうやらそれらは全てホログラム。小田先生は夏に出演したテレビ番組でホログラムに憧れていると話していました。ホログラムとは光で作った立体映像の幻影。それはまるで空想の世界だと怒るボニーですが、目の前にいるルフィは空想のままに戦うニカです。そしてこの1062話の幻影は162話と繋がっているでしょう。162話でルフィは幻覚剤を作れるメスカルサボテンを食べて幻影を見ていました。ちなみに162話の話数の語呂合わせはイリュージョン。イリュージョン、幻影でしょう。そんなルフィたちの前に現れたのは巨大な子供。ベガパンクのもう一人の分裂体、暴れると書いてアトラス。そのイメージはまたもや歌に似ており、鉄腕アトムのようでもあり、さらに尻尾も生えています。アトラスとはギリシャ神話の巨人の神の名前であり、それはウラヌスの子供という説もある神です。この巨大な子供も幻影だと思ったルフィは殴りかかりますが、逆に思いっきり殴られ何かの機械に激突。その機械はなんと無人調理器。オートで料理がどんどん出てきて、大ぐらいルフィとボニーは大満足。これが1062話の話数の語呂合わせ4つ目。0を前につけて、オート無人。オート無人でしょうか。そんな無人調理器を説明するアトラスですが、いきなり怒り出し、ホログラムの宇宙怪獣を殴ります。そこでアトラスは島エアコンと島の生物の探知、天候の操作について語っていますが、ここでのアトラスのセリフはかなり重要です。それは動画の後半で考えましょう。どうやらホログラムを殴れるのは高圧グローブという光を触れる特殊なグローブのおかげだと言います。アトラス曰く、人は触れることができれば、それを物体だと認識すると言います。そこに存在するか、存在しないか、そんな概念はすでに旧時代だというベガパンク。新時代恐るべし。場面は変わって世界政府の船。乗船しているのは CP0 のロブルッチとシュテューシーとカクの3人。カクはベガパンクについて話します。ベガパンクは一人だが、天才ゆえに忙しく、猫の手も借りたいがために、ベガパンクはなんと自分を6人に分裂させたと言います。これが1062話の話数の語呂合わせ5つ目。1人6人。1人6人でしょう。分裂させた6人は猫と書いてサテライトと呼ばれ、本体ステラと呼ばれるベガパンク自身の他に、パンク1のシャカ、パンク2のリリス、パンク3のエジソン、パンク4のピタゴラス、パンク5のアトラス、パンク6のヨーク、6人に分散され、6人ともがベガパンク本人であり、おそらくそれぞれに役割がありそうです。ちなみにアトラスの服には6と書いてありますが、おそらくこれは5のミスでしょう。これが1062話の話数の語呂合わせ6つ目。ドリブン。ドリブンでしょう。こちらは先週語呂合わせのみ予想して合致できました。ドリブンとは原動力という意味ですが、ここでの意味はおそらくテクノロジードリブンでしょう。テクノロジードリブンとは科学技術の進歩を元にして常識を覆す発見や新しいイノベーションを誕生させることです。ベガパンクはその科学技術で自分を6人に分散させました。つまりこの世には本人を含む合計7人のベガパンクが存在する。故にベガパンクはそう簡単には死なない。ベガパンクは死がない天才科学者。死がない。そしておそらく性格はそれぞれで違う。以前の動画でベガパンクはいい人だと思わせておいて、実はシーザー以上のクソ野郎だと考えましたが、
性格が分散されているということは、いい人のベガパンクも悪い人のベガパンクもどちらも存在していそうです。そしてキーマンとなるのはヨークでしょう。ベガパンクは生物は欲があるから制御できないと言っていました。釈迦はそのまま悟りを開いた釈迦のイメージ。イリスは小悪魔のイメージ。エジソンは発明王のイメージ。ピタゴラスは数学者や哲学者のイメージ。アトラスは暴走する巨人のイメージ。ヨークは制御できないイメージ。そして CP0 のルッチたちはここで仮面の殺し屋と呼ばれています。この1062話の仮面は62話のマスクとつながるでしょう。62話ではドン・クリークが毒ガス兵器 MH5 を放ち、そこではガスマスク、つまり仮面のやり取りがありました。ここと仮面の殺し屋をつなげているのでしょう。さらに6分割されたベガパンクも人は誰しも様々な仮面を持つという意味がかかっているでしょう。また、ルッチと核で仮面といえば、やはりウォーターセブン編でしょう。ウォーターセブン編でルッチは悪魔の子ロビンを連れてエニエスロビーへ向かっていましたが、今回は天使の子セラフィムとなった子供のバーソロミュークマを連行しています。そんなルッチたちの任務はセラフィムクマの護送だけではありません。なんと彼らの任務はベガパンクを全員消すこと。世界一役に立つ天才科学者の暗殺です。ルッチ曰く、ベガパンクを暗殺する理由はルルシア王国の滅亡とも関わりがありそうだと言います。なぜ天竜人五老星がベガパンクを暗殺するのか、こちらを考えてみましょう。天竜人、つまり五老星がなぜベガパンクを暗殺したいのか、それはアトラスのセリフがヒントでしょう。ベガパンクの一人、アトラスは竜のような宇宙怪獣を殴りながら金さえあれば島内の生物の生活を感知できると言っていました。さらに天候さえも操作できるとも言います。これは3週間前に考えたルルシア王国を滅ぼした古代兵器ウラヌスのイメージと合致しています。そして2年前の時点ではウラヌスの正体は月そのものだろうと考えていました。しかし正解はおそらく地球の衛星月ではなく、衛星は衛星でも指定した座標に天空から攻撃できる軍事衛星みたいなものだったようです。それはまるでアキラの軍事衛星ソルに似ています。そして天空に現れた巨大な物体のデザインはおそらく天竜人の奴隷の紋章アマ×竜の蹄ではないでしょうか。つまり下から見た巨大な影がこの紋章の形。このようにアマ×竜の蹄はデジャニ修道院の UFO のような絵画がモデルだろうと考えました。もしも巨大な物体がアマ×竜の蹄なら、アマ×竜の蹄とは雨×竜の蹄。雲から放たれたレーザービームはまるでダウン、雨のようでした。雲の中の戦艦。その影がアマ×竜の蹄。そして雲と竜の蹄という発想はおそらく天空の城ラピュタで雲に覆われている城竜の巣でしょう。イム様はもしかすると古代兵器を隠せる雲、つまりはやはり水の能力者なのかもしれません。そしてこの巨大な物体はどうやら行動範囲に制限があるようです。つまり巨大な物体が攻撃するにはその目標の座標に命中させるための標準装置が必要なのかもしれません。その標準装置は世界政府に加盟すると強制的に設置されると。それはいわば監視システム。イム様はそんな全世界を監視できる目を持っている。こちらの動画ではイム様とは真の開眼を果たした三つ目族だとも考えました。こちらの動画では雲はイム様の悪魔の実の能力で作られているとも考えました。それは雨×竜の蹄であり、雨をかけるイメージです。なぜなら天の神ウラヌスの語源を辿っていくと雨、霧、梅雨、降雨を意味する言葉が浮かび上がってくるからです。1年前に僕はすでにイム様は雨や霧の神だと考えています。この考えがもしも正しい場合、ベガパンクが願う生物の感知や天候の操作はイム様や天竜人たちが保有する古代兵器ウラヌスの存在を脅かすことになる。だからベガパンクを消したい。つまりエニエスロビー編と同じ構図です。ルッチたちは古代兵器プルトンを復活させる悪魔の子ロビンとフランキーを消そうとしていました。そして前回1062話の描写と話数の語呂合わせからベガパンクとフランキーは
同類だと考えましたから、ベガパンクが五老星に狙われる理由とは、生物を探知して天候をも操ろうとしている。ベガパンクの技術は古代兵器ウラヌスを自力で開発できるレベルまで到達しているとみなされたからではないでしょうか。ウルトンを開発しそうなフランキーとウラヌスを開発しそうなベガパンク。表裏一体。これはロブルッチからもわかります。猫の手も借りたいベガパンクは自分の分身を猫と書いてサテライトと読ませているようです。これは猫の実のロブルッチと対比されており、ベガパンクの代弁者が猫、サテライトなら、イム様や五老星の代弁者は猫の実のルッチです。さらにサテライトとは衛星のことです。3週間前に古代兵器ウラヌスは軍事衛星だと考えました。つまりベガパンクはイム様や五老星の存在に迫っていると読み解けるでしょう。ベガパンクが天候を操りたいなら、イム様たちはすでに天候を操れる。次の1063話とつながる163話でコブラ王は天候は神の営み、そう言っていました。以前も考えましたが、163話の和数の語呂合わせはイム様でしょうか。次の1063話では天候に注目です。そして9月27日にツイッターでは、ベガパンクの島エッグヘッドは天候を操れるナミのウェザーエッグのイメージがあると考えました。そしてウェザーエッグといえば伝説の空島ウェザリアでしょう。ウェザリアの住民は五老星のイメージかとなると、やはりこちらの動画ですでに考えたように、魔女と呼ばれていたナミはイム様のヒントキャラか。ここで短期集中連載ナミのウェザーリポートに注目しましょう。ここでは天候で商売をするハレダスの後ろの船に注目です。空中に浮かぶ船に我々は見覚えがある。ハレダスが乗ってきた浮遊する船に似ているもの、それは月の壁画。和の国の空船のように中央で燃える炎はバーナーのような役割を果たし、気球のように浮くのか。その浮力によって戦艦を浮かせている。そう、月の壁画の緑の船と風船と光の玉の3つはバラバラじゃない。その3つは1つにつながり、空を飛べる古代兵器ウラヌスを表している可能性。そんなハレダスの出身はビブルカードによると空島ビルカです。空島ビルカとはゴッドエネルが滅ぼした島であり、月の都市の名前もビルカです。その後ハレダスは雲の中のウェザーボールから雨雲を作り出し、雨を降らせていました。これこそが門外不出ウェザリアの気象科学。それはルルシア王国を滅ぼした16発のレーザービームのよう、雨かける竜のひずめ。つまりウェザリアは古代兵器ウラヌスのヒントとなり得る。このナミのウェザーリポートは短期集中連載第16弾イムです。そしてこれらのつながりをどんどん考えていくと、イム様の正体とはフランスの水の精霊人魚伝説とも結びつくメリジューヌにたどり着くかもしれません。こちらは別の動画でまた考えましょう。ちなみに突然ですが、今からおよそ3000年前に描かれたナスカの地上絵を皆さんはご存知でしょうか。大地に描かれた巨大な落書きです。これを古代の人々はどのように見ていたのか。古代の人々は気球によって空から見ていたのではないか。そんな理論があります。気球が開発され人を乗せて飛行したのは240年前1783年だと言われていますが、それは現代人の思い上がりであり、3000年前のナスカ文明ではすでに人は気球で空を飛んでいたという理論です。この理論から小田先生は古代兵器ウラヌスやプルトンの着想を得たかもしれません。以上です。ちなみに扉絵も考えましょう。1062話の扉絵ではショコラタウンが氷漬けになっています。これはやはり青生地が登場するのでしょうか。1046話の扉絵ではショコラタウンに謎の2人組が登場していました。この2人は靴がジェルマではないため、一時やレイジュではなく革命軍ベロベティではないかと考えましたが、正解は青生地なのかもしれません。続いてはいつものように次号1063話を語呂合わせや各章のつながりから考えていきましょう。1063話の語呂合わせ予想、一つ目は人は無残。人は無残というのはどうでしょうか。無残とは残酷で哀れなことを言います。
そんな1063話は63話と163話につなげるでしょう。63話のタイトルは死なねえよ。ベガパンクのセリフ、死がない天才科学者とは、死がない天才科学者、ダジャレであり、自分の分身を6人生み出したベガパンクは、ある意味で死がない、死なない。さらにそんなベガパンクの分身たちは残酷にも死体から作られた存在なのかもしれません。天才外科医ホグバックと天才科学者ベガパンクの表裏一体もあり得る。また163話では王女ビビとトトおじさんの再会が描かれています。こことつなげるなら王女ボニーとソルベ王国国王クマのエピソードもあるかもしれません。1063話の語呂合わせ予想2つ目はトルサード。トルサードというのはどうでしょうか。トルサードとはフランス語で螺旋という意味です。螺旋のようにねじれた関係や螺旋のような DNA、血統因子の話が登場しそうです。また、163話の螺旋のような砂嵐とつなげて天候の話も登場しそうです。1063話の語呂合わせ予想3つ目は、Tell me。Tell me というのはどうでしょうか。Tell me とは私に伝えて何かの伝言の話なのか以上です。ちなみに、ボニーの能力は昔から言われているように年齢自在人間、年々の実でしょうか。自分だけでなく他者も子供や老人にできますから、その悪魔の実は覚醒している。となると、エッグヘッドではルフィの老人バージョンが登場しそうです。それは166話で干からびたミスター3とつなげて、1066話では誰かが老人になりそうです。チャンネル登録やコメントよろしくお願いします。